空耳。トラビスジャパンの虎耳13回目の担当はこの声、吉澤静雄です。今回は進行頑張ります。そしてこの声が川島ノエルです。カーニバルかのような感じでいくスタイルめっね。ちゃテンション高いじゃん今しかも進行がいつもの逆ですから、日。このいつものギャップもちょっと楽しんでいただきたいね。だね。まあ普段の MC はさ、俺とかチャカとか基本はやるけどさ、一応トラビスジャパンのね、MC 担当の1位を勝ち取ったんだよね、自然は。前回ね、僕がマチとやった時にチャンピオン取ったけど、マチはすごかったよ。どんどん空回りして、どんどん自信ない顔になってるから、ラジオじゃ伝わんないけど、顔ぜひ見てほしかったですね。ね、見たかったね。ちょっと欲しいね。そうよ。しかももう2月も終わっちゃうということで、はい。はい。こんなメッセージ届いております。はい。虎耳で聞きたいこと。1、トラジャの忘年会のお話聞かせてください。予約や忘年会をするきっかけは誰だったのでしょうか。はい。そして2つ目、福井での静提案のご飯会は成功していますでしょうか。ということです。なるほど、なるほど。はい。2つの質問ありがとうございます。はトラジャの忘年会。忘年会ですよ。12月の下旬にやったやつだよね。やりましたね。2次会まで行きました、ちゃんと。楽しかったあれね。楽しかったな。あれは玄太が主催か、一応。そうだね。玄太がみんなのスケジュールまとめてくれたね。そうだね。やってくれて、お店はチャカと相談してたよね。そう。玄太が最初予約しようってとこまで行ったんだけど、チャカが、こっちの店もいいよ、みたいな見せたら、じゃあそれにしようよ、チャカよろしくってなったみたいな話してた。いや、いいね。仲いいよね、ほんと。なんなのこんなに。温かいよ、俺。ほぼ俺以外ノーマスク、ノー帽子でさ、渋谷の街練り歩いてカラオケ行ったもんね。めっちゃ寒かったけど。びっくりしたよね。すごいなと思って。みんなトラビスジャパンいるよって、もう逆に声かけて回りたかったね。ね、すごい堂々と歩いてたよね。すごかったね。そして2つ目ね。はい。福井での俺の提案でみんなでご飯行くみたいな。なってます。今収録日はですね、1月の下旬ということで、まだなんでね。今週末っていうのかな、来週末か。来週末。福井なんですよ、参道までね。はい。いやー、今すごく迷ってるんです。もう、あれですか、決まってるんですか？いや、行くことは決まってるんですけど。あ、本当に？マジで行くよ。どこで？前乗りの日？いや、前乗りの日は行かないです。じゃあ1日目終わった後。終わって、行きましょうよ。いいですよ。で、アテンダーの人みたいにいるじゃん。紹介してくれるいつもご飯とかさ。はい、スタッフさんでね、こう、お世話になってる人で。そういう人たちにいっぱい聞こうと思って、今回は。なるほど。だからそれでみんなでご飯行くんだけど、俺がご馳走しなきゃいけないんですよね。もちろん。だから、当たり前よ。予算、でもさ、みんな結構自由に頼むよね。それはそうだ。たまにあるのはさ、結構ご飯も用意してってもらってさ、こういうコースで行きましょうみたいな、もあるじゃん。でどっちがいいのかなと思って。全然。コースでもいいのか。でも待ってる時間がさ、ね、少ない方がいいからさ、あらかじめ出しといてもらって。追加で注文みたいな感じか。でも追加注文ありだってこいつらな、すっげえ酒頼むんだよ。怖えんだよ。ノエル日本酒めっちゃ飲むもん。うめえぞ、あっちの日本酒は。絶対うめえんだよ。だから絶対成功してるってことだよね。成功してます。絶対成功してます。行くってことだよね。行きます。大丈夫です。楽しみだな。今回安心してください。写真とかね、撮って。そうだね。どっかで見せてあげられたらいいよね。いいなと思ってます。はい。はい。では、元気に今日も行きましょう。はい。吉田静也。川島ノエル。トラビスジャパンのトラ耳。そしてもう一つメッセージ届いております。はい、ありがとうございます。TJ ネームなんて思いつかないよさん。これうまいね。そう、TJ ネームにかけて。本来、TJ ネーム〇〇さんっていうところの〇〇になんて思いつかないよっていう文字を入れることによって、TJ ネームなんて思いつかないよさんっていうくくりになってんだ。俺読むのめっちゃ迷ったもん今。うめえこの人。いや、いいね。いいですね。確かに難しいね、TJ ネームもね。でも考えれば考えるほど面白いんで。はい。ということでメッセージいきましょう。はい。横有公演お疲れ様でした。年末は久しぶりのカウコンもありましたが、ケンティのラジオによると ABCZ、キンプリ、トラジャと楽屋が同じだったとのこと。はい。横有公演には
高橋海人くんが来ており、最近静也と仲が良くなっているとのことでしたが、ぜひ楽屋でのエピソードを教えてください。はいはいはい。あ、確かに一緒だったね。3グループ4か。まあだから3グループとケントってことかな。あ、そうか。まあ、中島健人も中島健人という一つのカテゴリーだから、そっか。まあある種グループといってもね、過言か。だから過言ではあるけど。過言ではあるけど、まあ4グループっていうことですよ。でも楽屋の雰囲気がめっちゃ良くてね、なんかもうみんなで1グループぐらいな感じだったよね。そうだね、仲良かったしね。人喋ってたね。俺ケントくんに楽屋入った途端めっちゃ褒められたんだけど。何を？なんか僕が目黒蓮と一緒に出てたなんか、はい。ケントがレギュラーで出てる番組のやつで、中山きんに君きんに君の授業を受けるみたいなやつなんだけど、そこでめっちゃこうデブキャラみたいなことをやったのよ。あら。それでめっちゃなんかあれめっちゃ愛されるよみたいな、めっちゃ面白かったよみたいな収録、あっち側の V 見る側の人たちもめちゃくちゃ静也いいって言ってたよって言って。本当。そう、めっちゃ嬉しかったね。静也はデブじゃないから。そう。でもなんか普通にスタイルめっちゃいいからね、あなた。あなためちゃくちゃスタイルいいんだから、その言葉だけで。いやでもなんかそのキャラとして筋トレの授業だったから、そういうキャラでいった方が面白いかなと思って、結構そうやったんだけど過剰に愛され上手。そうでもなんかそういうの面白いなと思って、そうそれを褒めてくれて嬉しかった。嬉しいね、ありがたいね。高橋海人と仲いいってさ、どう周りから見てどう思う？なんか良さそうに見えるよ。マジ？海人っていうとちょっとねいっぱい書いてるから、いっぱい4人目の海人だから。よくよく考えたらあの楽屋7214の合計14人いる楽屋で4人書いてたんだ。すごいよね。すごいね。でもそう28% ぐらい書いてたんだね。高橋海人とまあ仲いいけどね、普通に喋るしめちゃくちゃなんかね慰められるんだよ、何もしてないのに。そうだよね。そういうノリがね。なんか静也が携帯いじってさ、楽屋でね端っことかに座ってたりしてるとさ、海人が落ち込むなって。静也みたいな、こっち来いよみたいな。あ、なんなの？あれだよね、キンプリさんの番組出させていただいた時に、そのノリがね発動して、番響の人も驚いてた。落ち込んでるんじゃないかみたいな。違うのにね。そう違うのに、やめろっつってんのみたいな、そういうノリがめっちゃ流行ってました。いいよね、楽しいよね。楽しかったですね。このなんて思いつかないよさんのね、中でこう最近静也と仲良くなってる。静也は静也呼びなんだっていうところが俺も面白くって。いやもう愛していただいてるってことですね。愛されてますね。嬉しいです。ありがとうございます。今日のメンバーは吉澤静也、川島ノエル、トラビスジャパンのトラミー。トラビスジャパンの吉澤静也と川島ノエルがお送りしております。はい、今回の進行は吉澤静也です。早速こちらの企画に行きましょう。鉄板トークやべえ。はい、この番組ではトラビスジャパンのメンバーがスパルタ方式でトーク力を鍛え抜きます。フリートークをしてブラッシュアップして最後にもう一度トークを披露します。はい、まあルールはですね、滑るの OK です。やった。とにかく真剣にやりましょう。そしてその人になりきってもらいます。ノエルさんには。わかりました。静也が喋った後、そのトークを僕になりきって喋ってもらう。はい。で2人での会話はなしです。わかりました。はい、聞く方はツッコミは入れていいんですが会話にならないようにしてください。はい。そして5分ぐらいにまとめていただけたら嬉しいです。はい。前回どんな話したの？静也。俺ね、何の話しました？チャラい話って。それチャラい話。なんか中学の時に、何もしてないのに、めっちゃあの人チャラいよみたいな噂立ってめっちゃ恥ずかったよっていう話。懐かしい。言ってたよねマジで。プレゾンとかのさ行き帰りのバスの中だから、俺学校でチャラいって言われてんだけどとか言って。なんなんでしょうねあれ。出たな。怖かった。そうでもそういう話をしました。懐かしい。あれは面白かったです。あの時期はあの時期は面白かったです。さあ今回はそれを超える鉄板トークをね、はい、僕がしなきゃいけないですね。はい、わかりました。心の準備はよろしいですか？テーマはあるのよ。ある話しようみたいな。組み立てですよね。だから大丈夫だよ。テーマあるならもうだってそれをこの後どうせブラッシュアップすんだから。そうですね。じゃあちょっとうまく頑張っていきます。はい。3分から5分ぐらいということです。はい。では吉澤静也の鉄板トークです。はい。どうも吉澤静也です。僕ですね、まあ、家族が多くて5人兄弟、まあよく家族でこうじゃれ合ったりとか結構多くてですね、まあ喧嘩なども毎日のようにありました。でなんか次の日こう仲直りできてるかなとか不安になる時もあるんですよ。喧嘩が大きくなりすぎて。だけどまあ翌日にはすごく
仲良くなって、また、いつもの感じに戻るんですけど、まあ、そんな中、こう、家族旅行を毎年夏に、静岡の海に行くのが恒例になってまして、今でも僕以外の家族は結構行ってるらしいんですけど、今行きたいなって思ったり、今仲良くねえじゃん、こいつ。すごい寂しいなって。まあ僕はね、夏で結構ライブとかあったりするんで、あんま仕事で行けなかったりするんで予定はなくて。で、なんか甥っ子とか連れて今行ってるらしいんですけど、で、うち結構そんな裕福ではなかったので、ゲーム買うのもこう誕生日プレゼント、クリスマスプレゼント、あと、お小遣いを貯める。それこそお手伝いをして、お金を貯めて買うみたいなことが多かったんですね。で、なんか欲しいゲームがあって、すごい、ゲーム欲しいってこう願ってたんですね。僕はずっと毎日のように。もう、その夏の頃は特に僕、8月10日が誕生日なんで、欲しいって願ってたんです。で、旅行の時って僕ら、車で静岡まで行くんですけど、朝4時とかに出て、8時ぐらいかに着く予定ぐらいで、朝行くと結構空いてたりするんで、朝から、夕方前、3時、2時ぐらいまで遊んで、で、その後ホテル泊まって帰るみたいな感じだったんですね。日帰りの時もあります、もちろん。で、そんな、行く道中、3、4時間かけて行くわけですよ。たわいもない話したり、音楽をかけて、こう、歌ったり、いろいろして、疲れますよね。朝だし、眠いし。で、僕は寝たんです。で、寝て、起きました。そしたら、兄ちゃんが、お前なんか、すごい祈ってたよ。って言ってて、あれ、何の話だと思って。写真を見せてもらいました。その時の写真が、こちらです。ラジオで写真なんだこいつ。はい。こんな感じで祈ってる。寝てる時に祈ること多いんですね。はい。で、この写真です。意味わからんこいつ。皆さん、ラジオなので写真見せてもあれなんですが、この写真は他の SNS でチェックしてください。おい、ずりーってなんだよ、こいつマジで。ふざけんなよ。この作戦。はい。何言ってんだろうなと思ったら写真見せてきやがった。はい、そういう戦法でいこうかなと思って今回は。耳にだったらその写真見れるみたいな特典ないのだからこういろんな方向にこうね、ファンの人を興味持ってもらうようなこうトークという、この鉄板。これでいこうかなと思いました、今回は。確かに。気になったわ。すごい。だろ？気になった。俺が祈ってんだよ。車で横にこんなになんか祈ってんだよ。変な祈り方だったしな。なんか。そう。すっごい菩薩みたいな祈り方してる。なかなか、なんかね、祈ってんだよね、俺。結構。祈りがち静や。祈りがち静や。祈ってますか？カーニバーじゃない。祈ってないのよ、カーニバルは。うん。いや、本当になんかそういうのが多くて。はい。ありがとうございます。どうですかこの鉄板トーク。鉄板だよ、もう。アレンジとかできそう？いや、ちょっと、アレンジすんのこれ。マジで言ってる待ってくれって。この後乗る。俺になりきってこれをトークしなきゃいけないからね。つやにね。いけますか？やってみましょう。うわ、ちょっと待って、どうする？全然考えてもいいですよ。一回考えさせて。はい。この子こうでしょ野上さんだよ。もう、俺の今これトーク多分ね、こう、聞いてる皆さん数人は、何言ってんだろうぐらいの、この、順番で喋っちゃってるから、俺。うん。だから、ノエルがこう、整えてくれますから。うん。いやー、楽しみですな、ノエルのトーク。怖すぎ。まあ、一回やってみましょう。やってみましょう。はい。わかりました。では行きましょう。吉田静也の鉄板トークを川島ノエルバージョンでお送りします。どうぞ。私、吉沢静也ですね。大家族なんですよ。5人兄弟で、そのうち4人がね、男の子みたいな感じで、もう、殴り合い、蹴り合いぐらいのね、大きな喧嘩だってしちゃうぐらいね。それ合ってます。もう翌日、仲直りできんのかこれっていうぐらい不安をね、毎日抱えるような喧嘩をした。そんなね、荒れたというか、ちょっとこう、やんちゃな家ではあったんですけど、でもね、そんなやんちゃな家でも、やっぱり親の愛は感じるわけですね。誕生日プレゼントとか、やっぱもらえるときはちゃんともらえる。でも、欲しいものと違うものが届く時もあるんですよ。やっぱね、これ今年静也の誕生日プレゼントだよってね言われても、やっぱりこう末っ子だからっていうのもあって、お兄ちゃんとかのお下がりみたいなね、こととかも全然あって、でも、いや俺はこの新発売の新しいゲームが欲しいみたいな。どうしてもこれが欲しいんだよみたいなのがあるとね、結構いろんなお兄ちゃんとか、あとお母さんにね、おねだりしたりとかね、してたんです。でもそれだけね、こう仲の、ある意味はいいですけどね。でも喧嘩の多い家族だったとしても、毎年夏にはですね、静岡の海に車で4時間ぐらいかけて旅行に行くぐらい仲いいわけですよ。でも、やっぱ旅行に行く
となると朝4時とかにね車出すことになるから、ちょっとねまだ日も出てないしちょっと眠いんですね。車でねこう寝ながら行ってるとね、なんででしょうかね、やっぱり夏海でも誕生日も俺地形じゃん、ゲーム欲しいじゃんっていう思いが出たんでしょうか。寝ながらですね祈ってる写真がこちらになりますぜひこの写真ラジオじゃ見せられないので SNS でチェックしてください。お願いします。うまい。というのはいかがですすごか。くうまい。こうキュッとしてましたね。ああいうのは、うわ俺のすげえまとめてくれた。まとまっただけではある。いや、ありがてえでも。ありが大丈夫。まとめんのがね、苦手だからね、俺はね。ねうわマジでまとめすぎると、車の中で祈ってた写真こちらです。ドン SNS チェックしてねだから。そうだね。 3秒で終わんのよ。そこまでの道のりをね。そう。別に祈ってる写真と大家族関係ないし、ね。確かに。そうなんだよ。そう、ただの自己紹介から始まるっていう。ちょっとね、でも、やっぱシーズンやらしさみたいなの欲しいなと思う。嬉しいね。なんか殴り合いとかこう、喧嘩のところもね、詳しく入れてくれたら嬉しかったね。そうだよね。うわでもそれで、やっぱり本来自分は強い人を目指してるんですよっていうのでカーニバルとかやってほしかったな。なるほど。そこでカーニバル入れるのもありだったのか。へおもれえなまだまだ改良の余地ありですけど、はい。ここからブラッシュアップタイムかな。ブラッシュアップタイムです。はいはい。はい。そして、前回から、あえてここにメッセージを入れますが、どうで、どういうそうだね。一旦フラットの気持ちになれるから嬉しいかも。とにかくまあメッセージ来てるんで、うんたくさん読めたらね、そうですね嬉しいですしね。はい。じゃあメッセージ読みます。はい TJ ネーム、たこ焼きジュージュさん。はい、ありがとうございます。皆さんの家にはたこ焼き器はありますか？うん。タコパの時に入れたい、変わり種教えてください。はい。たこ焼き器ある？うちあるよ。えあ、でもたこ焼き器じゃないかな。なんかさ、関西にはさ、一家に一台たこ焼き器みたいなさ、あるイメージある。言うでしょ、うちはなんだろう。ちっちゃめのさ、うんホットプレートだけど、うんたこ焼きの型のあやつを入れればたこ焼きができるっていう。入れ替えできるやつだ。そう中が。そう。あれね。アタッチメント的なやつで。あんだ。持ってる。えシーダンチはうちはホットプレートはあるけど、変更できないやつ。マジで、うん実家とかは実家もあったけど、一時期あったみたいな感じ。マジなんかずっとあったわけじゃないと思う。どういうこと一回買って、なくすってこといや、壊れて多分、捨てちゃって、それでなくなっちゃったイメージがある。一回なるほどねなんかやりたくて買ったけどって感じ。何入れるのやっぱ普通にタコ。タコが、うちは本当にお金なかったから、生地だけ。生地だけ生地だけで、どこにタコがあるでしょうゲームに。ああ、ロシアンたこ焼きだ。ロシアンリアル。そう、リアルなロシアンたこ焼きで、うんだからタコ当たった人はラッキーみたいな。確かにめっちゃラッキーだね。そうそうそう。で、生地だけの人は本当ソース味、ただの。ソース味の生地。そうだよね。そもうカリカリのソース味そうの。ソース焼きだよね、ただのね。美味しい。まあ、そう。それはそれでうまいけどっていう。なんか、いっぱい食べさせてあげたくなった。たこ焼き食いたいです。ね。はい。タコパ楽しいからね。タコパね、あと俺、あれだよ。自分のさ、一人でやってるさ、うん FC のラジオみたいなのあるじゃん。はいはいあれでもタコパしたいって言っておう、この間しようとしたんだけど、ちょっとできなくて、普通にデリバリーでたこ焼き頼むっていうのやったけど。焼かないでね。だから今度、たこ焼き器で本当にやりたいの。やりなよ。そう。だからちょっと遊び来て。聞きに行くわ。うん。あ、いや、食べに来て。あ、出るってことそう、出て、食あいいよべるだけでいいんで。いいよいいよ。大丈夫なんで。F よしでしょ F よしであ、いるいいよいいよ。はいぜひ出る出る。食べてください。一緒にやろうぜ。はい、お願いします。はい。トラビスジャパンポッドキャストトラビスジャパンの空耳。まとまりましたか？まとまったね。まとめていいんでしょだって。おう。グッとして、ガッと出せばいい。そうです。グッとしてガッと出せばいいんだはねい。。それ鍛えていくっていう企画だから。わかりましたわかりましたはいじゃあいきますよ。はい。トラビスジャパン吉沢静也2回目の鉄板トークです。トラビスジャパン吉田静也です。僕はですね、5人兄弟、6人家族なんです。で、よくですね、毎年ですね、夏に旅行行くんですね。はい。よく行ってたんです。昔は。子供の頃。で、その時ですね、まあ、伊豆に行くんですけど、海で泳ぎたいって言って、みんなで行ってたんですけど、まあ、朝4時ぐらいに家出てたんです。その時ですね、みんな、こう、遊びながら行ってたんですね、車の中で。カラオケしたり、まあ、寝てる人がいたり、トークしたり、いろいろしてたんですけど、
これ兄弟聞いてるのかな？兄弟聞いてますか？カーニバーはい、ということで兄弟聞いてくれてたら嬉しいですね。ということで寝てたんですよ。僕は寝てたんです。みんなカラオケしたり歌ったり喋ったりしてる中、僕は寝てたんですね。そしたら起きて兄弟に「あれ何してたの?」って聞いて「いやお前の写真撮ってた」って言って「これ見てよ」って言って見せてもらった時の写真がこちらです僕が祈ってる時の写真です。なんかを祈ってます。どうぞ。トラビスジャパンのトラ耳。13回目もエンディングです。はい。鉄板トークどうでしたか？めっちゃおもろかったわ。めっちゃおもろかった。もうなんかすごいカーニバルが主体みたいになってきてるね。そうだよ。カーニバル言いたい人になってた感じ。言いたい人になってたね。もう写真どうでもよくなってきてたもんね。でもおもろいな、やっぱこのラジオで写真の話すんのマジうぜいや逆にね。めっちゃおもろい。なかなかないよ本当に。いないと思う。逆ないのかな、なんかもうラジオで写真みたいな、もうラジオだからこういう音声配信のみだからこそできるさ、笑いの話じゃん。そうだね。うまいよねありがとうございます。嬉しかった。でもまだまだ改良の余地はねあるんでね、これからこのね虎耳で頑張ってトーク磨いていこうかなと思いますですね。だって目指すは in 東京ドームなんでしょ？そうですよ。トラビスジャパンのトラ耳 in 東京ドームめっちゃおもろい。キンキさんでもそんな喋らないだね。はい、ということで番組ではメッセージを受け付けております。プレイヤー画面右下のお便りのアイコンをタッチして入力してください。あなたの名前 TJ ネームという僕らは名前でやっております。 T と J にかけて名前を決めてください。お願いします。このポッドキャストは Spotify や Apple Music など各プラットフォームでもお聞きいただけますが、音楽が聴けてコメント機能が使えるのは耳にだけです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでもう終わりですね。終わっちゃうよー。でもあれですよ、海の誕生日にはねはい。ニューシングルが出ますから。4月15日ですか。はい、4月15日。もう2ヶ月切りましたね。はい。使命のドラマもね、放送中だもんね。はい。今ね全部あなたのためだから。はい。挿入歌に僕ら選ばれてやらせていただいております。はい。ぜひ、たくさん、皆さんの手に届いたら嬉しいんで。影にも日向にも。はい。今回は省略系は、ハッシュタグ、にもにも。カタカナでにもにもですのでね。にもにも。可愛いですね。はい。耳にでにもにも。いい早口言葉みたいな。トラビスジャパンのトラ耳耳ね耳にも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 。難しいですね。じゃあおもろいね。はい。そして次回の担当メンバーは誰ですか？配信をお楽しみに。はい。お願いします。はい。ではお別れです。お相手は吉田静也と川島の夜でした。またねー。